おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新情報をわかりやすくお届けしていきたいと思います。先に結論からお伝えします。テスラがいよいよロボタクシーを使った商用運用を始めようとしています。ただ、その裏側では、市や政府との間で思わぬ攻防が起きているのをご存知でしょうか？情報を出したくないテスラ、情報を求める市民や行政、今テスラはどこに向かっているのか？今日の動画では、技術、制度、投資、3つの観点からこの動きを整理していきたいと思います。一つ目は、ロボタクシー事業の実証運用についてです。これはすでに何度かお伝えしてきましたが、改めて簡単におさらいします。テスラは6月12日からテキサス州オースティンでロボタクシーの商用テストを開始する予定です。最初は10代から20代のモデル Y を使って限定エリアでの運用が始まると言われています。これは完全自動運転、いわゆる FSD を活用したテスラの未来構想にとって非常に大きな一歩になります。二つ目は、そのロボタクシーをめぐって起きているテスラとオースティン市との情報公開バトルです。ここではテスラがどのような理由で情報公開に反対しているのか、市や州の反応はどうなのかという点について注目して見ていきたいと思います。そして3つ目は株価やアナリストの見解、投資家としての判断材料についてです。テスラ株はここ数日間で大きく揺れ動いてきました。強気な見方と慎重な見方、それぞれを整理しながら今何を注視すべきなのかを考えていきたいと思います。この3つを軸にニュースの背景にある本質をできるだけわかりやすくかつ分析的にお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまずはロボタクシーについて簡単におさらいをしていきましょう。先ほども少し言いましたが、テスラは6月12日からテキサス州オースティンでロボタクシーの商用テストを開始すると発表しています。使用されるのはモデル Y で、初期段階では10代から20代規模での運用になる予定です。このテストは完全自動運転、いわゆる FSD を搭載した車両を使って、ジオフェンスと呼ばれる限られたエリア内でドライバーの介入なしで走行させるというものです。オースティンの市街地で実際にロボタクシーが人を乗せて走る姿が見られるようになるっていうのは非常にインパクトがあります。そしてここで重要なのは、これが単なる実験ではなく、数ヶ月以内に1000台規模へ拡大する可能性があるという点です。つまりテスラはこのロボタクシーを一時的な試みではなく、実際のビジネスモデルとして展開しようというところです。この構想が実現すれば、テスラにとっての車の売り切りモデルからサービスとしての自動車、つまりモビリティのサブスクリプションモデルへと大きく舵を切る転換点になります。ただし、この大きな動きの裏側である重要な対立が起きています。それが次にお伝えするテスラとオースティン市の情報公開をめぐる攻防です。きっかけは報道機関による公開請求でした。テスラとオースティン市の間で交わされたロボタクシー関連の通信記録を開示してほしいという請求に対し、テスラはこれを拒否する姿勢を取りました。テスラの主張は明確です。これらのやり取りには商業的な機密情報、例えば運行ルート、技術的な使用、戦略的展開などが含まれていて、もし公開されれば競合他社にとって有利に働く可能性がある。だから公開すべきではないという立場です。一方で市側は中立的な立場をとっていて、最終的な判断をテキサス州の司法当局に委ねています。つまり情報を隠したいテスラとそれを審査する州の判断という構図になっているわけです。ここでポイントになるのが知る権利と技術の機密性のバランスです。テスラのロボタクシーは都市空間の中で実際に人々を運ぶ公共性の高いサービスです。だからこそ安全面はどうなのか、市民のプライバシーは守られるのかといった疑問に透明性を持って向き合う必要があるという声も出ています。
逆に言えば、テスラがどこまで情報を公開し、どこまでを戦略的に伏せるのか、この判断次第で今後の規制当局や自治体との関係性にも影響してくるかもしれません。この問題は単なる企業と市のやり取りだけではなく、テスラという企業の姿勢や哲学、そして未来の移動のあり方そのものに関わる重要なテーマです。では次に、このロボタクシーをめぐる一連の動きについて、投資家や専門家はどう見ているのか、いくつかの声を取り上げて紹介していきたいと思います。まず注目されたのは、アークインベストのキャシー・ウッドさんの発言です。キャシー・ウッドさんは、ロボタクシーこそがテスラの時価総額を数兆ドル規模に押し上げる鍵になると繰り返し主張してきました。今回彼女は久しぶりにこの話題について言及し、短期的な株価の下落に一喜一憂すべきではない。ロボタクシーが軌道に乗れば、今の株価はむしろ割安に感じる日が来るだろうと語りました。一方で懐疑的な見方も出ています。ウォール街の一部では、技術的にはまだ完全自動運転には到達していない FSD の精度には依然として課題があるとして、商用化には慎重な姿勢を崩していません。また、テスラ株を売りへと格下げする証券会社も登場しています。その理由の一つが、AI や自動運転の分野での競争が激化しており、テスラの優位性がやや薄れてきているという指摘です。つまり、今回のロボタクシーの動きは、期待と不安の両方を生んでいます。技術的な革新とともに法制度や社会需要の壁もあり、テスラとしても一歩ずつ確実に実績を積んでいく必要があるということになります。それでも多くの投資家が見ているのは5年後、10年後のテスラの姿です。今起きている動きはその未来に向かっての最初の一歩に過ぎません。はい。ということで、ここまでテスラのロボタクシー商用運用の開始、オースティン氏との情報公開をめぐる攻防、そして投資家、専門家の見方を見てきました。では、ここからどうなっていくのでしょうか。まず重要なのは、6月12日から始まるロボタクシーの商用運用がスムーズにスタートできるかどうかです。現時点では10から20台のモデル Y を使って限定的に始まるとされており、これは本格展開に向けた試金石とも言える段階です。その一方で、オースティン氏とのやり取りのように、制度や規制との調整も同時に進めなくてはいけません。この情報公開の問題は、テスラが今後、他の都市や国でロボタクシーを展開していく上で、避けては通れないテーマとなっていくでしょう。また、株式市場の視点で見た場合には、ロボタクシーの実績が着実に積み上がっていけば、テスラの評価は再び大きく見直される可能性があります。逆に技術的な不具合や規制との摩擦が続けば、株価にとっては逆風になるかもしれません。つまり今私たちが見ているのは、まさに歴史が動く瞬間と言えます。技術革新、制度の変化、社会との対話、それぞれが複雑に絡み合いながらも未来のモビリティ社会が形作られていく。テスラはその先頭に立っていて、だからこそ注目され、時には批判も受ける立場にあります。僕たち投資家やオーナーとしては短期的な動きに一喜一憂せず、目先の波を乗り越えた先のビジョンに目を向けていくことが今最も大切なのかもしれません。はい。ということですけれども、今日はテスラのロボタクシー商用運用の最新動向と、それに関わる情報非公開問題、そして投資家、専門家の見解を整理してお届けしました。今日のこの動画を通じて、テスラの今が少しでもクリアに見えてきたと感じられたら嬉しいなと思います。そしてただのニュースとして消費するのではなく、今後の行動や投資判断のヒントになればと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日はあまり株価は動いておらず、現在296ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。
昨日メンバーシップ限定の動画を公開しました。メンバーシップに登録されている方はぜひご覧ください。今後は座談会だけではなくメンバーシップ限定の動画も作っていこうと思いますので、ぜひ僕の YouTube のメンバーシップの方にも参加の方よろしくお願いいたします。はい。ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。福岡の方は結構ね、もう雨が降ってきて梅雨本番っていう感じですけれども、皆さんのところはどうでしょうか？なかなか雨が降るとジメジメして気持ち悪いですけれども、そこもね、爽やかにね、過ごしていけたらと思います。はい。では皆さんも今日も素敵な一日をね、お過ごしください。ではまた。